皆さんこんばんは、さちです。今回は使うポリッシュが多めですが、こちらを使って波打ち際のデザインをやっていきます。去年ご紹介したものよりも簡単なやり方になってます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはキャンメイクの N115 番を使います。N115 番を親指、中指、薬指に塗っていきます。ブルーパールがチラチラと輝くグレージュラメ、キラキラ光る砂浜をイメージしてこちらのカラーを選びました。ベージュにしようか悩みましたが、ラメの方が根元の穴が目立ちにくいし、透け感があって軽いので夏にぴったりだと思ってこちらのラメを使ってみました。これは私の好みもあるので、砂浜のようなベージュカラーにしても全然 OK ですよ。ゴールドのラメカラーを使っても可愛いです。人差し指と小指にはキャンメイクの N29 番を塗ります。メインの波打ち際のデザインが華やかなので、サブアウトは乳白色をベースに控えめな感じにして、全体がうるさくならないようにバランスを考えました。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ケイトの BU2 番を使います。BU2 番を親指の爪先に重ねていきます。だいたい爪先3分の2くらいを目安に重ねます。境目のラインは気にせずにラフに塗って大丈夫です。波の形っぽく適当に歪んだ感じで塗ってください。中指も同じように塗っていきます。このブルーラメ本当に綺麗ですよね。夏に大活躍なカラーなので、ぜひ購入してみてくださいね。薬指は塗る予定はなかったのですが、間違えて塗ってしまいました。後で塗り直しますが、とりあえずカットせずお送りします。人差し指と小指は2度塗り目を塗ります。白ってムラになりやすい印象ですが、こちらのカラーはムラになりにくくて本当に塗りやすいです。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ドゥカートネイルマインの29番を使います。29番を水色よりも浅めに重ねていきます。水色部分のさらに半分くらいに重ねてください。中指も同じように重ねていきます。境目もムラも気にせずにこちらもラフに塗って大丈夫です。薬指は波がほぼ出来上がったあたりに間違いに気づくので、しばらく間違ったままお送りします。もう一度 N115 番を使います。N115 番を人差し指の爪先に重ねていきます。先端から塗り始めて少しずつ深くするようにして境目が薄くなるように塗ります。こんな感じで斜めになるように重ねてください。小指も同じように爪先に斜めに重ねていきます。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ネイルホリックの WT080 番とベースコートを使います。セリアのペーパーパレットも使います。WT080 番とベースコートを1対1くらいで混ぜて薄めます。薄めたホワイトをブルーの境目にもやもやっと重ねていきます。境目のところに液を置いたら爪先に向かってトントンとぼかしながら重ねると波打ち際の白い泡っぽく仕上がります。ネイビーの境目部分にも同じように重ねていきます。一度に液を多く取りすぎるとうまく塗れないので、ハケ先に少しだけ液を取って少しずつ塗ってください。ぼかすといっても液を置いたらそこから爪先に向かって薄く伸ばすだけです。ブルーの部分が隠れすぎないように注意しながら重ねてくださいね。こんな感じ。ハ
けはキッチンペーパーに拭き取ります。中指も同じように境目に重ねていきます。皆さん夏は海に行きますか？私は海って全然行かないんですよね。風景として見るのは癒されるので好きなんですが、日光アレルギー持ちで海には全然行かないので、毎年ネイルで海気分を楽しんでます。学生の頃にいくつかアルバイトをしてたのですが、ピザ屋さんでバイトした時にチラシを配る業務があって、1時間くらい外でチラシを配っていたら、腕に湿疹がたくさん出てきて、熱も38度まで上がってしまい、結局1週間も勤めずに辞めることになっちゃったんですよね。当時のお店の方にはとんでもないご迷惑をおかけしてしまいました。ジェルネイルのライトにも紫外線が含まれているので、それもあって私はポリッシュ派なんです。オフも簡単で爪ダメージも少ないなどの理由もあるんですけどね。ここでやっと間違いに気づきました。波デザインのままでも可愛いですが、ここは違うデザインにしたいので、薬指は落として塗り直していきます。ベースコートを乾かしている間に他の指を進めます。BU2 番とベースコートを使います。BU2 番とベースコートを1対1くらいで混ぜて薄めます。薄めたカラーを人差し指の爪先に重ねていきます。ラメを塗った部分の少し手前くらいまで重ねてください。少しずつ深く塗るようにして中間あたりは薄くなるようにします。29番とベースコートを使います。29番とベースコートを1対1で混ぜて薄めたら、人差し指と同じように小指の爪先に重ねていきます。薄めてから重ねることでぼかさなくても自然に馴染むし、涼しげで夏にぴったりな色合いになります。ベースコートが乾いていたので N115 番を薬指に塗ります。乾燥時間は取らずにそのまま次に進みます。WT080 番を使います。WT080 番で白のモヤモヤ部分に細くラインを描いていきます。白モヤに沿って歪ませながらうねうねっと描いてください。濃いラインがあることでよりリアルに見えます。濃くなりすぎてしまったところはベースコートで軽くぼかします。中指も同じようにラインを描いていきます。ライン描くの苦手って方は無理して描かなくても大丈夫です。薬指は2度塗りしていきます。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。トップコートを塗った時にラインがにじむのが気になる方はベースコートを薄くトントンと重ねておくといいです。波アートなのでにじんでもそんなに気にならないですけどね。パーツをつけていきます。パールはネイルダウン、貝殻スタッツはシーイン購入品です。スタッツはこんな感じで2種類のサイズが入ってます。パールは小さめのサイズを使いますね。糊代わりにトップコートを塗って人手のパーツとパールをつけます。中指にも貝殻パーツとパールをつけます。薬指は貝殻パーツとパールを縦に並べてつけます。右手もまだパーツだけつけていなかったのでつけていきます。右手は親指と中指と薬指につけようと思います。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってからパーツを使ったので今回はセシビートで仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。
30分くらい乾かしてからか翌日になったらセシェビードを重ねて仕上げます。セシェはパーツをがっちり固定してくれますよ。こんな感じで波打ち際ネイルが完成しました。いつもの完成シーンを取り忘れてしまったので、このまま使用したものをまとめますね。両手揃うとこんな感じ。サブアートがシンプルだから全体がうるさすぎないですよね。透明感のあるカラーを使ったから澄んだブルーの海みたいでとっても綺麗です。フットネイルにもおすすめのデザインです。皆さんもぜひまねっこしてみてくださいね。次回は6月誕生石のパールネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。